こんにちは、梅です。気候が良くなって釣り行きたい欲求が高まるよね。まだ大した釣果が出てないから釣り場は空いてるし、行く？ゴー！ほんと海はいいよね。山もいいけどね。気持ちいい。行くわよ。コマセとサビキジカケだけで、うわー、すごく小さい。アジでもイワシでもない小さすぎるサバちゃんです。どこへ行ってもね、割と同じ。泳がせて大物を狙う野望も虚しく。はい、小サバだけ。下処理。冷え冷えで持ち帰ったお魚、とにかく冷やしたまま調理したい。持ち帰りのために入れた氷水や保冷剤の上で作業するわよ。今回ご紹介する食べ方は、小サバのほかカタクチイワシやウルメイワシなど、三枚おろしとか困難なお魚向けです。釣り場でどうしたらいいか聞かれることが多いので、今日は唐揚げ2種類、骨まで柔らかに2種類ご紹介します。酸っぱいのが好きなら酢漬けでも骨が柔らかくなりますよ。さて、大量の時はため水でお魚を洗っちゃってます。もちろん鮮度を保つためお水も冷たい方が丸。いくわよ。内臓とエラを取ります。気になる鱗があれば鱗も。エラは気にしない人もいるけど、コマセがいっぱいの内臓は取るよね。まあ内臓とエラを取るだけなので、あれこれ考えずどんどんいくというか、鮮度勝負なのでひたすらの作業です。エラ蓋の下のエラはそれぞれにあります。これね。手で引っ張るとつぼ抜きの時のように内臓が一緒に出てきたりね。この時点で包丁先である程度きれいにしておいてもいいかも。お水で洗って、はい、きれい。ざるなどで水切り。少し水切りできたら氷水の上にポイ。一匹ずつじゃなくていいからね。エラはお腹側からエラ蓋を開くと取りやすいかも。両側のエラを一緒に挟んで取る。はい、どうも。こんな感じ。早いからおすすめなのは頭を落とす式。エラは頭と一緒にさようなら。あとはお腹を出して完了。少し包丁先できれいにしておく。どんどんいける。水で流す。水切りをして完了。一部をすぐに使うならキッチンペーパーで水分を取った方が丁寧。力を入れすぎないようにお腹の中も拭いて、はい、きれい。最後に冷蔵庫保存のために保存袋にキッチンペーパーを敷き詰めて、処理して水切りしたお魚を投入。軽く広げて冷蔵庫に入れて、なるべく素早く調理したい。今回の料理は唐揚げ2種類、煮るを2種類。いくわよ。にんにく風味揚げ。まずは小さい魚料理の基本、唐揚げ。1種類目、使うのはにんにくと塩、片栗粉、揚げ油だけ。まず塩少々とにんにくを全体になじませます。にんにくはみじん切りにしていますが、チューブで十分です。お腹に少しにんにく入れたりして、片栗粉、お腹にもまんべんなく。そういえば酸っぱい魚が好きなら酢漬けでも骨が柔らかくなります。また今度ね。
普通の揚げ物の温度180度って入れた時こんな感じ。少しの時間差で1匹ずつ投入。しばらくはなるべく触らず、箸で触ってカリッとして少し揚げ色がつく感じになるまで油切りをして完成です。甘酢だし醤油につければ南蛮漬けになります。釣った魚料理も別動画にいろいろあるのでぜひ見てね。長年やってる割に大した魚釣ってないけどね。ニンニク風味の唐揚げの完成です。揚げたてを丸揚げでいただく。唐揚げは小魚の基本ですよね。美味しい。当然ビールに合う。乾杯。梅しそ揚げ。今回2種類目の唐揚げをご紹介。ただ単に以前紹介した梅しそ巻き揚げの丸揚げバージョンですけど、塩抜きした梅干しを叩く梅ペーストチューブでも OK。 はい、練り梅。ほんの少し全体に塩をした魚、お腹に梅を入れます。入れすぎると梅干し味になっちゃう？包丁や指で少し切れ目を広げる？青じそを巻く。青じそは半分にしています。梅を入れて、大きいイワシとかなら手開きにして梅としそを巻きます。青じそを巻く。片栗粉。はい、片栗粉まみれ。全体が片栗粉まみれになればよし。分量は適当。ついてないところがあっても大丈夫だけど、ある程度均等に。そんなにたっぷりじゃなくて大丈夫。はい、こんな感じ。青じそが剥がれないように爪楊枝を串刺し、どんどん串刺す。最近の悲しいことや残念なことを忘れるようにどんどん串刺す。180度の油で揚げます。1匹ずつ時間差で入れて温度の低下を防ぎ、初めはあまり触らない。少し色がついてカリッとなるまで揚げます。箸で持ってみてカリッとして、ちょっと色づくぐらい。梅しそ唐揚げの完成です。梅としその香り、召し上がれ。おいしい。骨も気にならないし、梅の酸味がいい。天つゆでいただけばおかず感がアップ。骨まで柔らかに。とにかく小魚は丸ごと食べる。今回は圧力鍋を使いますが、普通の鍋でも時間をかければ OK。 魚も小さいし。調味料は酒、醤油、みりん、砂糖、生姜を使います。最小限では醤油とみりん、
または醤油と砂糖だけでも OK。 土生姜を細切り、チューブのおろし生姜でも OK。 大さじ1ぐらい。圧力鍋にすべての調味料を投入。みりん 30cc ぐらい、酒 50cc くらい、醤油 30cc くらい、砂糖小さじ1ぐらい、生姜も投入。味は後でも足せるので濃すぎないよ意識。水を1カップぐらい。鍋のタイプによって水分の蒸発で焦げつかないような量の水を入れます。多すぎたら後で煮詰められます。臭みが出ないように沸騰させてから魚を入れます。投入。なんとなく重なりを避けて魚が調味料にひたひたになるように。だいたいいいかな。蓋をして着火。沸騰したら弱火にして10分ぐらい加熱。圧力が抜けたら完成。蓋を開けたらこんな感じ。加熱時間は魚の大きさやお好みで調整してね。長時間なら水を足して。煮詰めなくても冷めればそれなりに味が染み込みますが、そこもお好みで。普通の鍋では水を増やしてコトコトとろ火で30分ぐらい。小サバの骨まで柔らかにの完成です。熱々のうちは崩れやすいので扱い注意。召し上がれ。おいしい。完全に骨まで柔らか。生姜の香り。おつまみによし、ご飯のお供によしです。得意の瓶詰めにすれば長期保存も可能です。瓶詰めといえばオイルサーディンのレシピ動画も見てね。おすすめです。骨まで柔らかにイタリアン。オリーブオイルとトマトケチャップとニンニクでイタリアンと呼ぶのはダメだろうけど、それなりに美味しくいろいろ使えるのであると便利。白ワインはあれば使いたいけどなくても全然大丈夫。水はやっぱり焦げ付き防止のため鍋の水分蒸発具合で調整してね。みじん切り、おろし、にんにく小さじ1くらい、チューブで OK。 水1カップ約 200ml。 トマトケチャップ大さじ3くらい。トマトケチャップはメーカーによって酸っぱいタイプならみりんを少し、あれば白ワイン 30cc ぐらい。軽く混ぜて沸騰させます。沸騰したらお魚を投入。やっぱり均等に広げます。火の通りを均一に、魚が調味料にひたひたになるように。蓋をして沸騰したら弱火に。やっぱりうちの鍋だと10分ぐらい。蓋を開けてこんな感じ。オリーブオイルを大さじ2杯くらい。オリーブオイルがいい香り。煮汁はパスタやリゾットに使えます。味を濃くするためにここでコンソメを入れたり煮詰めたりしても OK。 お好みで胡椒やタバスコもどうぞ。小サバの勝手にイタリア風完成です。温
ザパスタで煮汁をかける。おいしそうね。粉チーズもかける。タバスコもかける。パスタの茹で方はお好みで。最近の私はもちもち派です。まずは小サバちゃんだけで。おいしい。パスタソースのコク増しにはコンソメ顆粒などを使ってね。ペスカトーレ風、漁師風ならぬ釣り師風。最高。おすすめです。青じそも合います。ピザにもいかがでしょうか。本格的風。おいしいよ。瓶詰め保存については楽器の過去動画を見てね。何匹いてもいい感じ。今日はこんなところです。また行く？小魚釣り。とにかく食べるための釣り、長くやっています。ずっと素人だからイカは釣れずに終わるかも。ご覧いただきありがとうございました。バイバイ。また来てね。応援をよろしくお願いします。